こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回、最後に残った実績である冒険の時間をクリアする準備が整いました。そして今起動したマイクラのバージョンは 1.7.2 です。このバージョンではゲーム中断すると冒険の時間の踏破記録がクリアされる不具合があるはずです。これで突然変異やネガーの踏破記録がなくなるはずよね。そのはずです。自分の手で確かめるのは初めてなんですけどね。もし万一予想通りにならなかったらと考えると怖いです。まあ今更もうやるしかないし、やらないとわからないです。そして今、バージョン 1.7.4 に戻しました。さて、冒険の時間、真の始まりです。まずは今いる場所で、砂浜バイオーム踏破です。これから36種類のバイオームを突然変異を避けつつ回っていきます。ついにここまで来たわね。もうこれでいつパソコンが壊れても悔いはないでしょ。むしろパソコン壊れたら新しいスペック高いの買う口実になるからその方がいいわよね。良くないです。このパソコンは軽いし充電が長持ちして、マイクラもなんとか動くので気に入ってるんです。と、そうこう言っている間にタイガバイオームも踏破です。この冒険の時間、真を始めるにあたって、36種類のバイオームを徹底的に頭に叩き込みました。どのバイオームを踏破してどれが未踏破なのか全部頭で処理できるまで徹底的にです。プレイ中はメモを見ていません。なんでそこまで力を入れているのよ。むしろメモを見る余裕がないんですよ。デバッグ画面で常時バイオーム情報を見つつのプレイですから。これでメモも見てたら私の頭のメモリがエラーを起こします。さて続いて寒い気候に入りました。ここで6種類の寒い気候のバイオームを駆け抜けます。寒い気候は表現と凍った大河にしか突然変異が生成されないので、前回までの調査で万一突然変異の見落としがあったとしてもうっかり踏んでしまうリスクが低いです。ちびっちゃい突然変異がどこかに生成されてても踏んでしまうリスクが低いってことね。まああまり心配はしてないですけどね。今まで43枚分の地図で突然変異の広がり方を見てきた経験があるので、よほどのレアケースに出くわさない限り大丈夫です。さてここで凍った海岸を踏んで6個目です。まだまだ先は長いです。集中しないと。しかしまあ、バイオームを覚えるのは頑張りましたが、やっぱり運に恵まれている感は否めないです。この地図のバイオーム配置が覚えやすいんですよ。突然変異もわずか3箇所だけでしたし。あと、メガタイガやキノコの2箇所目を見つけたのも大きかったわね。あれらが見つかってなかったらかなりの遠征になっていたわよ。さてここで小さなイレギュラーですが、予定と違って河川をこんなところで見つけてしまいました。まだまだ寒い気候の真っ只中なのに。まあ見つかったんだからよかったんじゃないの？まあともかくこれで寒い気候6種類制覇。次に目指すのは地図中央よりの山岳3兄弟です。山岳といえば、突然変異の山岳プラス M だけがどうしても見つからなくて悩んでいた頃が懐かしいです。それ一つを見つけたいがために、方々で見つかる山岳バイオームをくまなく調べる日々が続いていました。急に思い出話をし始めたということは、この企画は無事に達成するか、あるいは想定外のことが生じて冒険はこれからだありがとうございました的になるのね。単に懐かしいだけですよ。あの頃はまだ突然変異のバイオームの生成範囲の感が働かなかったですから。さて、これで海山森の山岳3兄弟が揃いました。次はメサ四天王との戦いね。残念ながらメサも3兄弟です。と、でもその前に。船出ではなくて、立ち泳ぎで海2つを踏破しにかかっています。船に乗っていると踏破記録が残せない不具合がある可能性があるからなのですが、さらに念のために水蓮の葉を置いてきちんと立った状態で踏破記録を残します。
随分心配性なのね。さすがに大丈夫じゃないかしら。不具合の詳細までは知らないですからやっておかないと怖いんですよ。さて、深い方の海もこれでバッチリです。ここまででバイオームは15種類。メサ3つ踏破すれば折り返し地点です。さて、もう何度目かわからなくなってきたメサ上陸です。最初降り立った時は感動ものでしたが、今ではだいぶ感動が薄らいでいます。最近まで何時間もメサの中を駆け巡ってきたものね。ここでついでに砂漠も踏破です。メサと他のバイオームの境目には砂漠が生成されやすいようで、砂漠数えれば四天王ですね。さて続いてメサ第一森林も踏破です。もう見つけちゃったから言いますけど、ぶっちゃけ広いメサを走り回るのはだるいです。方々に谷間があるおかげでなかなか思うように進めません。ラバ騎乗中の時もきつかった感が残ってますが、徒歩だとほんとだるい。一層落とし穴が方々にあった方が緊張感が保てるわね。バージョン 1.8 では洞窟生成されるそうですね。トンネルもありそうで羨ましいです。さて、冒険の時間キラーのメサ途中が見えていて緊張感がありますが、湿地までやってきました。ここらで大きな計算違いに気づきました。実はラバと別れてから、まだわずか25分しか経過してないんです。予想してた時間の半分ほどでここまで来ちゃった。冒険の時間、死んで4時間ほどかかると言っていたのあれ嘘ね。なんでそんなに予想を外したのよ。徒歩の歩行速度を見誤ったのと、あっさり次々にバイオームが見つかるからですけど、なんか、確かこの辺りにあのバイオームがあったなぁというところにあるんですよ。動画作っている間にバイオーム配置まで頭に叩き込まれちゃったのかも。まあ、これで森林2種類も踏破です。あとはこの地図上では、地図の南西の端の白樺2つと地図中央あたりの草原を残すだけです。地図上ではラバの位置とちょうど対象の位置にやってきました。ここまで30分です。この地図では折り返し地点ね。1時間で回り終わるかしら。もうちょっと早いですね。もう草原に寄るだけであちこち回る必要ないですし、中央の海は船で進みますから。さて、何事もなく草原までやってきました。これでこの地図上の冒険の時間に関わるバイオームは全て踏破です。ちょっと順調すぎて味気ないわね。手応えないですね。RPG で経験値を上げすぎてからボス戦に挑んでるような感じがしてきました。ふおスケルトンスポナーでもあるのかな？刺激が足りないし、ここは一丁掘るのもありでしょうか。いや、これは罠かもしれない。多分ここでスポナー探して掘ると地下峡谷に落ちるんです。なんて無難な判断するのよ。というわけでようやくラバの元に戻ってきました。予想よりはるかに順調に、ある意味味気なく、この地図内のバイオームは網羅してしまいました。ここからは遠出です。さて、次回はこのまま何のドラマもなく、冒険の時間実績を解除してしまい最終回となる予定です。正直準備しすぎで不安はあまりありません。ようやく時代遅れのバージョン 1.7 を卒業するのね。それではまたね。バイバイ。